ってるんです。本日なんですけども、おそらくね、こちらの動画が2025年最後になるかなと思います。今年も1年大変お世話になりました。で、1年最後の動画何にしようかなと思ったんですけど、今年最後だからってことでもないんですけど、僕なんだかんだアンコウというお魚をね、さばいたことがなくてですね、未だアンコウ童貞なんです。なので2025年最後ということもあって、ちょっとさばいてみたいなと思いまして、本日はアンコウフルコースでございます。で、あんこうといえばね、吊るし切りのね、イメージが皆さんあると思うんですけど、もちろん吊るし切りもかっこいいですけど、意外とね、あんこうってまな板にベトンと置いた状態でもさばけますし、で、なおかつめちゃくちゃ大きいあんこうであれば話は別と思いますけど、多分ね、普通にご家庭で買えるサイズであれば、多分まな板に置いた方がね、さばきやすかったりもするのかなと思ったりもしますんで、今回は僕、まな板の上でさばいております。というか、今回のあんこうでかすぎて、吊るす場所がないってなりました。まあそれもあってか、どちらかというと皆さんのねご参考にしてもらいやすいかなと思ったりもするので、この後もどうぞお楽しみに。ではね、最後2025年あんこうで締めくくりまして、2026年も安泰な年でありますようにという祈願も込めて早速今日も作っていきましょう。じゃあでは作っていきましょうか。本日なんですけども、ご覧の通りあんこということでですね、ずっとさばいてみたかったんです、あんこ。やっと念願かなってという感じですね。で、今回のあんこが新潟県の佐渡、そちらのあんこです。重さは13キロですね。で、意外とあんこってネット通販でもね、結構販売してあって、だいたいね、相場がキロ単価1000円から1500円ぐらいです。だからグラム換算にすると 100g あたり100円から150円ぐらいなので、結構お安いかなと思います。ただもちろんこのあん肝だけってなると値段はね、もっとパンと跳ね上がるんですけど、1本で買うならっていうお話です。ただね、僕はいつもの魚水島さんから購入しておりますので、水島さんはね、もうちょっと相場的には上がってキロ単価3000円ぐらいだから通常の倍ぐらいするんですけど、届いてみてびっくり、めっちゃ物いいっていうのも、これ申し訳ないなと思ってるところなんですけど、こちらね、ちょっと洗う時に重すぎたので、ちょっと内臓を抜いてるんですよ、もう。で、内臓は今ね、冷蔵庫の中入ってるんですけど、水島さん、こちらあんこうのお腹一旦スパッと割って、で、胃袋割ってあるんです。あんこうって結構餌食いであることがね、ほとんどなので、その胃袋から腐敗しないようにちゃんと胃袋の中をね、抜いてあるっていう丁寧だなーって感じました。で、内臓系はこちらをさばき終わった後に処理しようと思いますので、まずはこちらの身からですね。一応今回作っていこうと思っているのがどぶ汁。茨城県から福島あたりぐらいまでの漁師飯ですね。前にも一度作ったことありますけど、あんこうの肝をペーストにしてそれでお鍋を食べるっていう、そのどぶ汁とあんこうの友酢あえ、こちら2品作っていこうかなと思います。友酢あえに関してはまた後ほど。それでは張り切って参りますぞい。はい、それではですね、今回ちょっとあんこうが大きくてですね、まあ大変なのですよ。まな板乗らないし。で、あんこう、有名なところで言うと、この皮とかをビリ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 っと一気にめけるとこがね、気持ちよかったりするんですけど、今回、ちょっとでかすぎるので、ちょっと変則的にはなりますけども、さばきやすい感じでいきます。そうしたらまず、それと、あんこうって牙めちゃくちゃ鋭いので、決してこういうバス持ちみたいなことすると、手、指、風穴開きまくりますんでね。もし持たれる際は、下顎のここなら、牙の手前ね。ここならこう持てますので、奥まで行かないようにね、手前を持ってくださいね。そうしたら、まずは一旦裏を向けて、まずはヒレというヒレを全部除去していきますね。で、これどこで落とそうかな。もうちょっとこの関節までグリッといってもいいかなと思うんですけど、今日はここでいっちゃおう。あんこうの骨はね、結構柔らかいので、よいしょ。買った。切れた。関節に入れば一発ですね。んで、それからこのヒレ。そしてこのお腹のとこにあるこの可愛いカエルの手みたいなこの可愛いヒレ。このヒレももらっちゃいましょう。
で、あとヒレはこの背中側に、あとは背びれはまた裏返した時に。で、一応こちらのあんこをですね、もうぬめりがすごいんですよ。で、そのぬるぬるがあるとこのまな板の作業がまあ危ないので、一応今回内臓を抜いてる理由として、洗いたくて、こちらをお酢をぶっかけてね洗いたかったんで内臓を抜いてます。で、内臓を抜いた後、普通のお安い穀物酢をバサーぶっかけて、でこのタコ糸いっぱい取ってワシャワシャっとして、タコ糸たわしを使ってガチャ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 っと洗った後ですね、こちらを。なので今結構こちらのあんこをキュピキュピしてます。なので扱いやすくなってます。んで、この限られたスペースなので、じゃあまず皮から剥いちゃおうかな。あんこの皮をピンと張りつつ、この下顎周り一周ぐるっと回して、これで剥けるのか。せーの。あ、全然剥けますやん。せーの。まずこの下顎周りの皮ゲット。そしたらあとはもう背中側から全部剥けるかな。せーの。そしたらこの提灯部分ちょっといらないので外しちゃおう。んで、また皮をビッと引っ張りつつ、この上顎近辺の接着外して、よし、こんだけむければいけるかな。あとは皮を掴んで包丁で押さえて引っ張る。剥がれにくい目の周りとか、こういうとこは包丁で助けてあげて、あー気持ちいいこれ。はい、皮で、よくあんこうの7つ道具って言われる可食部のうち、肝、身、皮、ヒレ、エラ、卵巣、胃ってあるんですけど、このあんこうの皮ってめっちゃ人気ですよね。実はね、あんこうの皮、正直食べたことなくて、今回超楽しみなんです。よくスーパーでね、あんこうの切り身として売られてて、皮がついてるよぐらいのやつは食べたことありますけど、皮だけでみたいな。しかもこんだけでっかいの。食べるの初めてなんですよね。超楽しみなんです。なんかめくりにくいと思ったら、このヒレがついたままやったんだ。失敗した。先に切ればよかった。よし、じゃあここまでいったら、一旦頭と体切り離そうかな。ここのビニャビニャは頭につくように、ちょっと身からは切り離して、これは関節はどれだ？ちょっと関節がわかんない。ここのぽっこり、ここでいけるんじゃない？あ、全然いけるわ。皆さん、この頭と体をつなぐこの関節のこの丸っこいこのでっかいとこ、ここ気持ちよく刃が入りますよ。せーの。はい、これで立派な身ゲット。あんこうって重さの割にあんまり身ないよなーってイメージありますけど、こんだけでかいとこんなに取れるんですね、身。そうしたら頭と身のうち、多分頭の方がバン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 やるので包丁の切れ味落ちるので、先に身からいきましょうかね。というわけで一旦この子はそうしたら、あんこうは大名でいいっぽいので、ちょっと滑らんごとペーパー1枚かましてあげて、重い。お、寄生虫いっぱいだ。かわいい。まずはこちらで2枚。で、もうあんこうといえばのこの骨周りの寄生虫ですよね。今この背骨からね、身をペロンと剥がしたんですけど、この骨のところにこうちっちゃなつぶつぶのね、虫がいるんですけど、これが俗に言うあんこう微胞支柱っていう。この微胞支柱、人間が食べても害はないんですけど、まあ目に見えて気持ちがいいものでもないので、取りましょうかね。こういった骨抜きでも普通にペロンと取れますんでね。なんていうか、あれですね、見た目で言うと白色のジャンボタニシの卵みたいな。で、お鍋にするんだったらこれ多分骨ついたまんまでもいいんでしょうけど、食べづらいので今回は骨外しますね。なんとなくノンストレスで食べたいので。
よいしょ。こっちにはビーフシチューないのね。はい、これで中骨と身。よいしょ。で、骨もいい出汁出るので、一応こんな感じの柄として加えていきましょう。そしたら続いてがこちらの頭側ですね。さっきの可愛いカエルみたいなヒレがあったところ、ここちょうど持てるので、ここをグッと上げると、これが下顎。で、膜があって、ここに1個骨がね、ビシッと入ってて、ここにもう1個ね、膜っぽいとこがあるんですよね。ここから歯を入れるらしい。そうすると、ここに骨が見えてると思うんですけど、これがあばら骨らしいので、これを切っちゃう。こういう感じで。で、こちら側も逆包丁を使って、せーの。こうやってカッパッと開けちゃうと、ガバッ。ここに見える赤いやつ、これがエラですね。そしたらこのエラを外したいので、エラの付け根が、くの字に折れたここ。こっちが分かりやすいや。くの字に折れたここ。ここでね、こうつながってるので、この接着を、外してやれば、この下の接着外せましたと。あとはつながってる膜なんかを剥がしていけば、ここにですね、よいしょ。ここにですね、硬い骨が2個あるんですよ。多分これ俗に言うベラとかが持ってる咽頭歯。ここですりつぶしますよってやつ。これ触るとマジで痛いので、ここだけはね、触らないように注意しつつ、で、それからこのエラがつながってたここですよね。ここも牙があって、これめちゃくちゃ痛いので、この牙とこの咽頭歯、ここだけは触らぬように気をつけつつ、この咽頭歯の下、ここの膜を切れば簡単に外れるので、このエラだけを外してまいりましょう。偉そうなこと言ってますけど、僕もね、あんこう童貞なんでね。んで、このエラを外したということは、心臓が出てくるはず。心臓、あんこの心臓なんか、へにょってしてる。なんかあんまりやる気ない感じですけど、心臓をゲット。これも食べれるはず。で、今外したこのエラなんですけど、なんかね、これ下処理大変らしいですね、これ食べるときに。一応7つ道具には入っているけど、なんか食べない方も多いんですって。これどうしようかなと思って、今回、もうこちら廃棄しようかなとかちょっと思っている自分がいる。とはいえ、この咽頭歯の周りのこのゼラチンっぽいところとかすっごい美味しそうなので、この歯とエラだけ外して、このエラ周りのこのプニプニしたこの美味しそうなところ、ここだけ僕もらおうかなと思います。一応ちょっともらう？一箇所だけ。じゃあエラここだけもらいましょうかね。あとは今回はいいや。そしたら今エラを抜いたこちらは、あとはもう正直ぶつ切りでいいと思うんですけど、一旦こっちの顎で外そうかな。ここのカマの骨、関節あるか？情けじゃね？じゃあパワープレイでね。せーの。で、基本的にあんこうって押し引きよりもこう叩き切りなんですけど、僕がねずっとさっきからもう押し引きしてるのはあれですね、近所迷惑にならんかなと思って。あんまり近所迷惑とか関係ない方はね、バンバン叩いてくださいね。手は切らんごと。で、この腎臓系は多分いらないかな。7つ道具じゃないし。これが俗に言うフグとかで言ったらカエルとかっていう部分ですよね。カマ肉のところで、こういったものはね大体真ん中に入れれば全部切れるので、スパッとほら。あとはもう食べやすいサイズにカットするだけなんですけど、もうめんどくさい、切りにくい。だからご近所さんごめん。まずこの釜周りのビラビラ、ここだけ先に取っちゃって、でビラビラはビラビラで皮と同じように扱って、あとこっちの釜肉はもう何も考えず、は
はい、ブツブツ。ちょっとこの辺からちょっと骨硬いので包丁傷つけたくないので、よし、こんな感じで割ろうかな。うわ、見てこの釜肉のところ、やば、ブリブリ。でそうしたら今エラとか外したこちら、ここに見えるのが下顎で、この下に見えるのが上顎ですね。ですのであんこうで食べられないのはこの歯ぐらいなので、この歯を外してまいりましょう。とりあえず切れそうな関節を見つけては外す感じでいいのかな。ちょっとここもこんなにいっぱい骨はいらないので、骨から外しちゃおう。でそうしたらあとはこの牙を外すだけですね。もうこれを普通にここの隙間に入れるだけでいいんじゃないの。ちょっとごめんなさい、関節見つけきらないのでちょっとパワープレイでいきます。あとはここのつながりだけ。よし、外れた。はい、これで牙、ここ食べられないところで、あと目玉。目玉はやっぱハサミが楽。んじゃあとはもう食べやすいサイズ感にばらすだけですね。なんかすっごいでっかい立派な頬肉取れましたね。はい、というわけで、アラの処理終了。で、ここに見えておりますのがエラなんですけど、ちょっと調べきれんかったんですけど、一応下処理として水の中でフリ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 っと何十回何百回とやりまして、血のカスがいっぱいねブワーっと出ますんで、汚れたら水を変え、またフリ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 でずーっとやってこんだけ白くなりました。でもうちょっとまだ真水につけておけば血は抜けると思いますんで、もうちょっと白くなったらお鍋に加えようかなと思います。はい、ではここからはですね、内臓系の処理に参ります。でですね、あんこうの内臓、結構なんて言うんでしょう、培養味がすごいんですよね。なんていうかこう紐状のものが多くてダルンとしてるというか。ですので内臓を見るのが苦手な方はご注意くださいね。で、内臓、こちらに入っているのがあん肝で、こちらに胃袋とあと卵巣ですね。僕も初めて見たんですけど、あんこうの卵巣ってこういった感じで紐状になってるんですね。ただよーく見ると、よく僕らがスーパーで見るブリの卵みたいな、そういった模様は確かに見えるんですよね。でもこれパッと見大腸にしか見えん。で今名前がポッと出た大腸はこっちに入ってます。でこちらの内臓たちの中であんこうの可食部である七つ道具に入っているのが肝と胃袋と紐。僕これまでいろんな魚の大腸食べたことあるんですけど、でも総じて言えるのは大腸って湯がいてもなんか胃袋みたいにコリコリもしないし、大して旨味もないし甘みもないし、確かに大腸ってあんまり美味しくないなって僕も感じます。なのでこちらはバイバイ。ではまずこちらの胃袋から。魚の内臓ですんでね、胃袋もさっきの紐も全部ぬめぬめだったんですけど、全部一応冷たいお水でガシャガシャガシャーっとやってぬめりはある程度落としてあります。ただあんこうってね、寄生虫の多いお魚だったりもするんで、例えばこういった白いポッチ、これもね寄生虫だったりするんですけど、これは人間食べても大丈夫なやつでも見えていて気持ちがいいものでもないので、極力取りましょうか。こういったビラビラと一緒に
よし、あらかた掃除できたら、こちらの胃袋を半分にというか5回調しまして、はい、胃袋の中をお掃除。一応ね、水の中でガシャガシャ洗ったのである程度は落ちてるんですけど、やっぱこのぬめりはいくらやっても出てきますんでね。でちょっとこの辺色味悪いんでもったいないんですけど、ちょっと弾いちゃいますね。そうしましたら、ある程度寄生虫もね、胃袋の中までねぐっと入り込んでるんで、正直取れないものも結構多いんですけども、とりあえず一応これで OK。 そしたらこちらの卵巣、こちらも水の中でもガシャガシャやってきれいにしてあるので、一応これにで OK。 じゃあ今一度冷たいお水と、はい、日本酒、こちらをこのくらい加えたら、一度冷蔵庫でちょっと臭み抜き。よいしょ。では続いてみんな大好きあん肝、13キロのあんこうからこのサイズですね。立派。そうしましたらこちらのあん肝、こちらのカチャカチャした面と、よいしょ、つるんとした面があるんですけど、まずはこちらのカチャカチャした面、こちらを上にしていただいて、こっちの長細い方にびっしりとね血管がビンと入ってるので、こちらをちょっと剥いていきましょう。あまり肝は傷つけないようにちょっと気をつけながら。もちろんこちら火を通すとコリッコリになって、これはこれでまたうまいです。ただこちらを取ってあげないと、この中のね血がなかなか出にくいんですよね。一応これ一晩水につけてましたけど、やっぱこんだけ血がわー出てきますもんね。でこちらの血管が抜けたら、次はこっちのさっき血管がバッと入ってた方、こっちの裏側にもね結構この太い筋がビシッと入ってたりするので、ここをちょっと取りたい。はい、ちょっと切り込み加えたら、はい、これで血が出やすくなるはず。ビュッと出てきた。そしたらこちらの長い方、短い方のうち、こっち短い方にもこういった感じででっかいぶっとい血管が走ってますので、これをスーッとやった方が多分血は抜けやすいと思う。こっちにもこう入れちゃおう。ここまでやったら、あとはこの薄皮を剥くだけですね。正直今回はあん肝ポン酢を作るわけではないので、巻きすでぐるぐるっと巻くやつあれではないので、剥かなくてもいいっちゃいいんでしょうけど、多分剥いた方が食感は良くなるかなと思います。あと血が抜けやすくなりますね。もともとどぶ汁って漁師飯だったりはするんで、多分本来の作り方はねこんなことしないと思うんですけどね。だってこんなの船の上じゃできないですもんね。でもってこちら結構鮮度のいいあん肝なのでこれができてるんですけど、鮮度が落ちてくるとあん肝溶けてくるので、多分これやるとぐちゃぐちゃになると思います。だから皮むけないなと思ったら、もうこの作業飛ばしてもらっていいですからね。よし、ではめくれたので裏、さっきの裏面のこの皮を取っかかりにして、さらに剥き続けて、はい、これで薄皮も剥けました。するとほら結構血がねじゅわっと出てくるので、こうなってくれば OK ですね。で正直この薄皮を剥く作業よりもこちらの方が大事だと僕は思っていて、ここに見えている胆のうがついていたこの後、この黄緑色になっているところ、ここはちゃんと外してあげる。なぜここ結構苦いので、今回のこのあん肝だけではなくて、例えば他の白子とか他のお魚のねとか卵とか、そういったものを扱う時でも基本外した方がいいと思います。本当に苦いので。そしたらこちらで綺麗さっぱりしましたので、よいしょ。はい、こちらに冷たいお水、当然血で濁るので何度かお水は変えつつ、はい、日本酒、こちらをちょっと加えて、臭み抜き兼血抜きとしてこのまんま冷蔵庫で放置。それではこれにて内臓系の下処理終了。ちなみにこちらが血抜きをしていたエラなんですけど、もうだいぶ真っ白になりましたね。エラってこんなに血抜けるんですね。すごっ。どっちに入れようかな。こっちにいっちゃえ。
それではこちらは出番が来るまで。それでは無事あんこうの仕込みが終わりましたので、ここからはお料理の下準備に入ってまいります。まずはどぶ汁ですね。で、いただくお野菜は本当もう冷蔵庫にあるものでと思うんですけど、一応今回僕がご用意したのが、こちらから白菜、大根、ごぼう、白ネギ、人参、茶えのき、焼き豆腐。で、なんとなくその農林水産省のやつだったりとか、いろいろどぶ汁調べてて、本当どぶ汁ってお鍋っていうより、本当汁物って感じなんですね。お鍋で食べるというより、なんか本当ね、どんど焼きで飲む豚汁みたいな、なんかそんな印象を受けました。あくまで個人的感想です。で、早速お野菜の準備と参ります。じゃあまず大根。で、ちょっと厚めに皮むいて、てか僕初めてこの鎌型の包丁買ったんですけど、これめっちゃやりやすいね。いや、いい包丁買ったわ。で、有名な話ですけど、こうやって見た時にここにね、こう1本ラインが見えると思うんですけど、ここが異間束のとこなので、ここまで剥く感じで、この後の大きさも本当お好みだと思うんですけど、今回食べやすく一丁切りでいきます。で、今回ちょっと厚めにしようかな。そしたらこちらに冷たいお水。本来多分ね、こういう下処理しないと思うんですけど、今回ね、大根の存在感残るようにちょっと分厚めにカットしてるので、一回下茹でしたいなっていうのと、大根ってね、結構独特の癖ありません？なので一度下茹でして、そのちょっと大根臭さ、そこを抜こうかなと思います。で、大根の下茹でする際におちょこ1杯分ぐらいの生米入れてあげると、この下茹での汁がねとろっとして大根にも優しく火が入るっていい感じになるんですけど、今回そこまでしなくてもいいかなと。お米高いので。で、湯がき時間としては、沸騰してから10分くらいでいいかなと思います。で、その間に細かくした大根の皮、こちらはもうありきたりですけど、軽く塩もみして、はい、ものの2、3分でこんだけ水が出てきますので、ちょっと塩抜きも兼ねて水洗い。あとはこちらの水分よーっと絞って、ここに薄口醤油、みりん、ごま油、こちらを全部小さじ1弱。あとはここに皆さん大好き塩昆布。今回は塩昆布のわさび味です。これ適量。そしていりごま適量。ではちょっと彩りが寂しいので、柚子の皮。裏面の白いところまで綺麗になった状態のものを千切り。で、これで皆さん大好き大根の皮の塩昆布和え完成。はい、脱線タイムでした。で、まだ湯がき終わらないので、こちら大根の先端部分、僕はここやっぱ大根おろしにする方が美味しいかなと思います。なのでもう皮つきっぱで、はい、軽く水気を絞って、これ絞りすぎてもね、大根の香りなくなっちゃうので、本当もうある程度で、こちらお鍋の味変に使ってもらってもいいし、今回この後ちょこっとアレンジしようかなと思います。ではおよそ10分経ちましたので、こちらをおか揚げ。おそらくこの一手間で大根のね表面の水分バーッと飛ぶので、きっとこっちの方がどぶ汁の汁をねより吸いやすくなるかなとも思います。ちょっとめんどくさいけど。で、続いて白菜。今日はなんとなく芯くり抜く感じでやってみようかな。できるか知らんけど。イエーイ、抜けた。そうすればほらね、一枚一枚簡単にめくれるので。で、この辺の中心のちっちゃいところはもうそのまんまお鍋にポン。で、この辺りは半分。はい、お鍋にポン。あとは葉と茎に分けて、
であとこのぐらいからもう中心の白いところと葉をね分ける必要もそんなにないかなと思うので、はい、そぎ切り。じゃあこっちはそぎ切りの、はい、葉っぱはざく切り。いや、てかもう縦半分でいいな。でもめんどくさければ手でブチブチっとやっちゃってください。で続いて長ネギ。じゃあこちらの青いところは結構砂噛むので、一度パッと水で洗って何かに使いましょう。じゃあ続いて焼き豆腐。で続いて茶えのき。茶えのきのめっちゃいい香りがする。で本日は時期柄朝鮮人参があったので、今回はこちらで。普通の人参は皮むかないけど、朝鮮人参は剥きたくなるんですよね。でなんかもうここはもうしゃぶしゃぶみたいな感じにして食べてもいいな。では5箇所ほど切り込み加えて、あとはこの角張ってるところを丸く削いでいくだけですね。あとはこちら普通に輪切りにしてあげれば。はい、かわいいかわいい桜。これ最後盛り付けというか飾り付けで散らそうかなと思います。こちらの端材の部分、今日使うかちょっとわかんないですけど、ちょっと一度マッチ棒くらい細くして、でこれをさいの目のように細かくカットすれば、これからの時期ね、お鍋美味しいので、鶏ひき肉なんかがあったらね、そのつみれの中に入れちゃいましょう。では最後、ごぼう。この後ささがきにするんですけど、大食い動画の性質上、ささがきにした後実際に火にかけるまで結構時間空くんですよね。なのでその間に空気に触れて黒くなるのを防ぎたいので、冷たいお水にお酢、ちょっとだけ漂白効果強めで今日いきますね。すぐ食べるんなら普通のお水にさらすだけないし、もうさらさなくてもいいと思います。じゃあちょっと今回のごぼう立派なので、このまんまやると結構幅の広いのが仕上がるので、ちょっと切り込み加えてからやっていきます。であんまりさらしてもごぼうの香りなくなっちゃうので、ほんと5分もないくらいさらしてあげれば OK。 でここからが鍋用のあんこの下処理ですね。まずは身から。でちょっと思ったのが、よく西のフグ東のあんこって呼んだりするんですけど、フグみたいに身質バッキバキの筋肉質なのかなと思ったら結構水っぽいんですね、あんこってね。やっぱこれは深海魚だからなのかな。で思ったことが、あんこって結構独特な香りあるんですね。なんかこの香りはね、エイに通ずるところありますよ。独特。そうしたらまずこの薄皮はどうしようかな。なんか取っても取らなくても良さそう。多分見栄え良くするならこれをね外すんでしょうけど、多分ねここはここでプルプルで美味しいと思うので、もうこれつけっぱでいきます。そしたらこちらも鍋用にカットするだけですんで、皮面を下にしてこっちの肩口のこの角度に従って、あとはもうお好みの大きさにカットするだけ。もうせっかくだから大ぶりでいきましょう。
ちょっとこの切れ端の部分、この表面のダルンダルンの薄皮、これはちょっと剥いで、こちら薄く引いて、でどうしてもね、あんこってアニサキス多いのでしっかりとチェックして OK。 はい、あんこうのお刺身いただきます。油はゼロです。うめえ。で食感はかなり水っぽい。僕食べたことないですけど、多分タラのお刺身とかこんな感じなんでしょうね。かなり水っぽい。でなんかちょっとこうフォルムがねちょっと似てるおこぜとかカサゴとかおこぜみたいな、ああいった感じの筋肉質のバインバイン跳ね返しとかは全然ないですね。何のストレスもなくサクッと入っていく。で身に全然癖もなくてすごく淡白な水っぽいお魚って感じ。とても美味しかった。でこれにて鍋用のあんこうの切り身完成。では今切り身に取った身の部分と、あとこちらが内臓とか、あとはこっちがアラの部分ですね、身も含めて全部こちら一度湯通ししてまいります。俗に言う霜降り、いや霜降りって言っても霜降り以上にもう結構湯がく感じでやるみたいですね。じゃあまずエラと、エラって火が入るとこうなるんですね。面白い。あと卵巣、俗に言う布で胃袋、ここまで湯がいたら一旦お湯を変えようかな。そしてもこの胃袋は美味しそう。普通にイルキポン酢で絶対美味しいやつ。じゃあ続いてあらたち。やべえ面白い。あんだけダラーンとしてたでっかいヒレがプリンってなった。キュッと縮むんですねこれ。じゃあ皮とかも結構大ぶりで切ってよかったのかな。学びがたくさんだ。ではこちらも全部氷水にポイ。あとは冷たい流水ですすぎ洗いして、最後に大きすぎるものだけちょっと食べやすくカットしてまいります。これ胃袋ですね。すげえ、めちゃくちゃコラーゲン豊富、そして寄生虫もいっぱい、かわいい。でこちらが布、これ布って言いますけど、これ正直紐ですよね。でこちらも食べやすいサイズ感にカットしていきましょう。あんまりちっちゃくなってもね、何が何だか分かんなくなるので、このくらいでいいんじゃないかな。どんぐらいだろう。プリットサイズで、最後これ今カットした布、あれを包んでた膜ですね。ちょっとかじったんですけど、これねシコ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 してめっちゃ美味しかったので、これもお鍋に加えてまいります。ではどぶ汁作りもいよいよ佳境ですね。どぶ汁のベースを作ってまいります。では早速今回のどぶ汁に使っていきます調味料たちをせーの。こちらからあん肝、お味噌、日本酒、発泡だしで、今回の分量がこちらから 500g、500g、200g 適量という感じでございます。本来の元々のどぶ汁であれば材料こちらの3つだけなんですよね。で今回僕500、500、200っていう風にねしてるんですけど、本来はこちら500、500、500とか多分同じく同割れぐらいなのかなと思います。ただ僕は発泡だしで伸ばす都合上ちょっとお酒を減らしてますね今回。なので元々のどぶ汁って結構しょっぱいみたいで、これをお鍋のお野菜とかあんこうも結構ね水分出ますんでね、その鍋の中の水分で塩味をちょっと抑えて飲みやすくするっていう、そういう感じらしいです。とはいえこのクラシックな作り方だと結構ね、僕も一回作ったんですけど、まあまあパンチ強いというか癖強かったです。美味しいけどね。でもいっぱいいただくってなったらこの発泡だしで伸ばした方が多分万人受けはしやすいのかなっていう印象でした。でこちらの発泡だしっていうのがこれから合わせますけど、かつおと昆布の合わせだし、これが10に対して薄口醤油とみりん、これが1対1、これが8対1対1になったりすることもありますけど、大体この10対1対1で、今回は薄口醤油を使うので薄口発泡ですね。濃い口を使えば濃い口発泡。覚えておいても特にためにならない知識でした。でも発泡たちだと結構塩分決まるな。もうちょっと薄くてもよかったかも。まあいいや。そしたら今回のあん肝結構血抜きしづらかったりもするので、最後の血抜きも兼ねて潰さないようにちょっとギュッと押してあげると結構ね血が出るので、はい、最終血抜き。
では今回ドブ汁に使うのはこんぐらいの 500g ぐらい。こちら友酢あえよう。あとはこちらをフライパンで入り付けながらしゃもじでガーッとやると細かくなるんですけど、意外とね結構大きなあん肝の塊がゴロゴロっとしちゃうので、それはそれで美味しいんですけど、舌触り滑らかにするんであればはい、あとはこちらをザク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 。これであん肝ペースト完成で、この中には血管なんかもまだまだいっぱい入ってますので、完全なペーストでもないので、もっとねドブ汁のスープがもっと液体チックになる感じ。今この段階だともうちょっとこうつぶつぶしたあん肝の塊がポコポコ浮いてくるんですけど、もっともっと滑らかなスープにしたい場合はこの段階で一度裏ごしてもらえたらいいかなと思います。でも今回は僕はこのまんまいきます。そしたらこちらを火にかけて、まずはあん肝を入りつける。でこの時結構焦げやすいので火加減結構弱くていいと思います。多分この入りつける理由としてはあん肝独特の香り持ってるので、なおかつ生ものなので、この生臭みとあん肝の持ってる水分、それを一緒に飛ばしてるような、そういう意味合いだと思います。そう、それと包丁でこれ叩いてないと結構な力でこうってやる羽目になるので、そうするとねお鍋だったりフライパン結構傷むので、まな板と包丁でやった方がダメージはないのかなと思います。特に土鍋なんかはね結構割れますんでね。そしたらあらかたあん肝の水分も飛んでまいりましたので、はい、お味噌。ここでちょっと入りつけてもあれかもしれんですね、お味噌の香ばしい香りつくかもしれないですね。今日はいいや。そしたらここでお酒、ちょっと日本酒少ないですけど、これが本来のどぶ汁。ちょっと味見、少しだけお酒垂らして、爆裂的にうまい。確かに口の中入ってくる一発目は塩分の濃さですけど、そこからお味噌の持っているアミノ酸のものすごい旨味がきて、最後までこのまんまお味噌かなと思ったら途中ぐらいからあん肝と混ざり合った旨味に変わって、奥行きの長い美味しいペーストって感じですね。このままでも美味しいけど、はい、発泡だし、どんぐらい入れようかな。とりあえず 700cc 入れてみよう。結構しょっぱいな。というわけで発泡だし1リットル追加。発泡より普通のお出汁だったな、失敗した。でもそういう時もあるよねと。ちょっとしょっぱいけど、白菜とかからの水分でいけるでしょ。以上、これにてどぶ汁のベース完成。そしたらあとはもう思い思いに並べるだけですね。そしたらたまたまうちのベランダにボラの白子が自生しておりましたので、こちらも加えてまいりましょう。ボラの卵巣、つまりは卵ってね、カラスミとしてすごく価値があるんですけど、オスのボラの持ってるこの白子、これねあんまり高値で取引されないんですよね。むしろめっちゃ安いの。でももう見てわかる通りめっちゃ美味しそうでしょ。そうなの、めっちゃ美味しいんです、ボラの白子で。血管はどうしようかな。じゃあちょっとだけこの血管から血を親指でしごき出すようにして、この黒い塊を除去。じゃあ、あとはこの血管をゆっくり優しく引っ張れば、はい、血管の除去。この血管もシコシコして美味しいので取らなくてもいいとは思いますけどね、皆さんのお好みに合わせて。あとは食べやすいサイズ感にカットして、はい、ここにお湯わっさー。先ほどのあんこうと同じですね、湯霜です。あとはこちらを冷たいお水で締めて、見栄え的にちょこっとだけ盛り付けて、タラの白子もそうですけど、白子ってね加熱しすぎるとパッサパサになっちゃうので、残りはあと実食中にさっと火を通す感じでいこうかなと思います。そしたらあとは朝鮮人参散らして、今回のどぶ汁スープをたっぷりとかければ、どぶ汁風鍋完成。
それでは最後が友酢あえ。こちらの肝、こちらとあと酢味噌、それを混ぜて肝入りの酢味噌にして、身とこれ皮ですね、身と皮をあえてまいります。で、先ほどはお鍋だったのでそんなに掃除しなかったんですけど、友酢あえはちょっと掃除した方がいいような気がする。だからちょっとこういった膜取ったりとか、これ薄皮剥げるかな。よいしょ。あ、全然取れてないや。ちょっとさすがにこのままではでかすぎるので、ちょっとこれをね、先取りしていこうと思うんですけど、あんこをこちら皮面ね、でこっち背中、こっちお腹なんですけど、ここになんかこう割れ目が見えるので、ここで割ればいいんじゃない？よいしょ。そしたら一応背の方と腹の方でなんかいい感じにばらけたので、ここもちょっと成形しようかな。この背の方は半分でいいんじゃないか。よし、一応1本2本で3本の柵取りが終わりました。ちょっとこれ大きいけどね、今日はそんなにいっぱいは食べないので、こっちの背中の美味しそうなとこ、ここをいただこうかなと思います。じゃあ皮面を下にして、ちょっと一般的なお刺身よりもちょっと分厚めぐらいでいこうかな。こんなもんでいいかな。それではこちらをこの皮と一緒に一回湯通ししてまいります。で、こっちの余った身は全部もうお鍋用にカットしちゃおうかな。どうせ冬はね、まだまだ続くのでどっかで食べるでしょう。それかこれご近所さんいるかな。いるならあげよう。で、今友酢あえをね作っておりますけども、いろいろとね食材が余ってるので結構脱線タイムも入りますね。こちらがお鍋の具材で使った白ネギの頭の部分。日本にはねぬたあえという素晴らしいお料理がありまして、湯がいたこの頭と酢味噌すっごく相性いいので、肝酢にも絶対に合うと思う。はい、ではいってらっしゃい。茹で時間はお好みだと思いますけども、結構しっかり茹でても美味しいと思います。はい、ただいま5分。もうちょい湯がこうかな。というわけで10分。鮮やかな緑から、これなんだろう、サップグリーン、ちょっと渋めの色になりましたね。柔らかい。そしたらもうこちらトロットロなので、崩れないように気をつけながら冷水にチャポン。じゃあ冷水の中で潰さないように優しくもみもみしてあげると、この白ネギの中のトロットロの部分、あれがざっくりと抜けるので、あそこも美味しいけどね、見た目的にはそんなによろしくないかなと思うので、軽くお掃除して、あとは水気を拭って食べやすいサイズにカットするだけ。そしたらきれいにしたお水に、次は皮と身。じゃあこちらも湯がき終わったので一度冷水にとって、しっかりとすすぎと冷やし込みが終わったら水気は拭って、あとは盛り付けの時を待ちましょう。今こうやって水気は拭ってるんですけど、置いているうちにまたね水分べちゃっと出てくるので、多分盛り付け前にもう一度水気は拭うと思いますけども、もうほんとエンドレス水発生器って感じ。そしたらあとは肝心の肝酢部分、ここもさっきと同じく最終血抜きですね。そしたらはいさっきと一緒。それでは今回の友酢和えに使ってまいります調味料たちをせーの。こちらからあん肝白味噌お砂糖米酢で、今回の分量がこちらから 200g150g50g で、今回はちょっと本格的な玉元を使ってね、卵黄なんかを練り込むタイプの酢味噌じゃなくて、すごいオーソドックスな簡単な方で参ります。そうで、今僕が作ってるのはあんこうの友酢あえというものなんですけども、あんこうが有名な地域ってね、北陸側だったりとかいろいろあるんですけど、例えば青森県とか福島県とかそういった地域では郷土料理と
としてあんこうの友和えというものがあるんですよね。でも今回作っているのは一応友酢あえです。で友和えと違って友酢あえは茨城県の郷土料理みたいです。茨城の中でも特に大洗、そちらの方の郷土料理らしいです。でこの友和えというお料理、別にねあんこうだけじゃなくて結構いろんなお料理だったりするんですよね。僕が食べたことあるので言うと牡蠣の友和え、それからホタルイカの友和え、一般的に和え物なので具材を和え衣で和えるんですよね。ほうれん草の白あえだったらほうれん草をお豆腐で和えるように。でこの友和えというのが和える具材と和え衣が同じですよっていうのが友和えです。だから僕が以前の経験したもので言うと、例えばホタルイカのペースト、このペーストで湯がいたホタルイカを和えますよっていうのがホタルイカの友和えだったりします。でこの友和えに関してなんですけど、僕ずっとこの字と思ってたんですよ。これ友和え、こんな感じだったらね、もうまさしく和え衣と和える食材同じですよっていうね、意味も伝わってくるし、これだと思ってたんですけど、なんか特にこのあんこうの友和えとかってこっちの字も当てるみたいです。肝和えと書いて友和え。今回あんこうの身をね、この肝で和えるので、僕ずっとこれ肝和えじゃんと思ってたんです。それこそカワハギの肝和えとかこれじゃないですか。だからずっと肝和えじゃんと思ってたんですけど、こっちの肝という漢字を使って友和えっていうならもうまさしくこれ友和えですよね。なるほどってなった。まあ今回はね、友和えではなくて友酢和えですけども。そしたらまずはお味噌にお砂糖とお酢。あとはこちらを当って、さっきと同じく肝で、またこちらをから入りして、じゃあ水気も飛んでパラパラしてきたところで、はい、お味噌とドッキング。じゃあ再度すり鉢で当たって、ある程度滑らかになればこれで友酢和えの和え衣は完成なんですけど、塩味はどうかな。あ、うまっ。これめっちゃ美味しいわ。もうちょっとね滑らかになってもいいかなと思うので、これで裏ごして滑らかになってくれればいいですけども。いい感じじゃん。滑らかになった。そしたらあとはこちらでこの友酢で和えれば友酢和えだと思うんですけど、今回どうしてもね水分が出ちゃうと思うので、和えるのではなくてこうつけながらいただく感じにしようかなと思います。でこちらのあんこうの友酢、カットわかめというかお刺身わかめというかボイルわかめ、これがめちゃくちゃ大事なんですって。よう合うらしいですよ。まずは皮と、次が身で、空いてるスペースにこれがあれですね、皮面のブニュブニュっとした薄皮みたいなやつ、これもちょっと盛り付けちゃいましょう。そしたらあとはあしらいの長ネギ、食べやすく切り揃えて、そしたら緑はいっぱいあるんですけど赤と黄色がないので、ここで赤ねそう、そして菊、そしてあとは今回の友酢。なんかこのまんまだとちょっと寂しいな。ちょこっとだけごま振っとこう。寂しくなくなった。はい、これで友酢和え完成。はい、というわけでちょっと失礼。ずっと忘れられていた大根おろしさん、そんなにいっぱいはいらないので、こちら春菊の葉っぱ、これをお湯にっぽいさっと湯がいて20秒から30秒くらい湯がいたらお水にとって、はい、しっかりとお水は絞って、一応今回葉っぱだけ使ってるんですけど、こちら茎ありでも全然いいですからね。あとはこちらを細かく刻むだけ。あとはこちらをさーっと混ぜ合わせて、当然このままでも美味しいですけど、ちょびっとだけお塩を振ってあげるとより存在が際立つと思います。はい、これで冬らしい薬味春菊おろし完成。お鍋の薬味でもご飯にこれ乗っけてお醤油たらーでもほろ苦くて美味しいですよ。というわけで無事に完成しましたモンクフィッシュ。はい、それでは張り切って
いただきます。すきっ腹にしみるね。じゃあ早速点火しまして、それではこちらが沸騰するまで、まずはこちらから参りましょう。あんこうの友酢和え。まずは身からへね、友酢べっちょりつけまして、身自体はすっごい淡白だからこそこの肝の余韻というかコク深さ、それがよう合うなっていう印象です。でこの分量だと結構ねお味噌が優しくて塩分的にも全然っていう感じなので、もうちょっとお味噌多くてもよかったかなって思います。でもお上品だからすごく食べやすい。そしたら続いて皮、もうねプルップル。あんこうの皮ってこんな感じなんだ。おでんの牛すじというかアキレス、もしくは90分くらい炊いた牛ホルモン、コリッコリとかじゃなくもっちもち、トロットロの牛もつのもつ煮込みあるじゃないですか。その中にたまに入ってるちょっと歯ごたえが残ってるやつ、そんな感じ。うまいわ。なんで僕もっと早くあんこをさばかなかったんだろう。ただ続いてここ、あんこうの薄皮、これはね焼肉で食べるホルモン、いつ飲み込んだらいいんだろうっていうレベルのやつ。歯ごたえすごっ。でもこれはこれで結構好きな人多そう。じゃあなんか聞く話によると、この友酢和え、身も美味しいですけどこの皮の方がやっぱ人気があるんですって。それねちょっとわかるかも。気持ちいい。この食感がすんごい小気味良い。これはうまいわ。で続いてが友酢和えには絶対に必要と書かれてたわかめね。めっちゃ合う。なんでもうわかめってお味噌汁に入って美味しいでしょ。だからわかめとお味噌の相性がいい。でわかめのそのもの美味しいじゃないですか。わかめとお酢相性がいい。それは合いますよねっていうお話で、なんていうか約束された相性の良さ。でネギの頭、やべ、すっげえうまい。ただ改めてもう一回申し上げると、もうちょっとお味噌入れてよかった。上品だな。それではお鍋が沸くまでもうちょっと時間あるので、そしてもう伝えることは全部伝え終わったので、はい、食没。友酢完売。じゃあ沸くまでもうちょっと時間かかりそうなので、はい、箸休め。大根の皮、もうここは安定して美味しいね。本日も異常なし。大根の皮完食。そして沸きました。そしたらまず早々に食べたいところがあって、白子が食べたい。早くしないとカチカチになるんでね。うわ、やっべ、うまそう。はい、ブリンブリンの白子。あかん、箸でつまめん。これやべえ。もう全然あんこ関係なくなっちゃってますけども、うめえ。やっぱね、タラの白子って独特のね、タラの白子にしかない香りがあったりしてすっごく美味しいですけど、ボラの白子はね、逆にこう癖が全然なくて、ただただミルキーで、そんな白子をこう覆いかぶさるようなこのあん肝のたっぷり入ったスープね。スープだけ味見した時ちょっとしょっぱいかもと思ったんですけど、
めちゃくちゃいい感じになってる。この甘さは白菜からですね。甘くもなり、もともと持ってるコクもあり、言うなれば結構ヘビー級なね、スープですけど、それがね、白子とよう合う。そしたらば、ここからは、あんこを食べていきましょう。まだ早いかな。いけるでしょ。これが普通の身。で、これがほほ肉。あとは内臓たち。お野菜はまた後で。ではまずこちらの身。大ぶりにカットしたからブリンブリン。うめえ。皮面にあった薄皮、やっぱあそこが食感がね、もっちもちというかシャキシャキというか結構強い食感があって、なんかね、ふわふわとも違うんですね。他の魚で例えようがない。あんこを食べてとしか言えないけど、独特食感。もちろんいい意味でね。やっぱ脂が乗ってるわけじゃないんで、ふわふわとかトロトロっていう感じよりも、ホロホロ、ホロホロっと崩れていくような部分もあり、でもちょっと繊維張ってるところもあり、食感はそんな感じで、味わい的には全然臭みも癖もなくて、すごく素直な香りしてるんですね、あんこうってね。やっぱお刺身で食べた時、あれと同じような印象ですね。お刺身の時はそんなにこうやる気がないような身でしたけど、火を通すとやる気を出した感じ、食感が生まれて、そしたらお次がほほ肉。なんかより筋肉質ですって感じしますね。こっちはよりちょっと繊維を感じる。てかあれがちょっとフグっぽいんだ。なるほど。西のフグ東のあんこ、そういうことか。生だと全然違いますけど、火通すと似てるわ。なるほどね。ではめっちゃ気になってるやつ。はい、布。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいけども、卵感ってあんまりないんですね。面白。説明しにく。これこそあれですね。おでんのアキレス。程よい弾力。なんかほんと柔らかいホルモンって感じ。うまっ。で、それから胃袋。もうシャッキシャキ、ゴリゴリ。もうコラーゲン豊富で弾き返す弾力というか、僕の好きなタイプの胃袋。これもうちょっと煮込んだらね、ふわふわっとしてくるんでしょうね。このコラーゲンがゼラチン化して。いい胃袋。じゃあここからは普通にお野菜とか、その辺をいただきましょう。絶対美味しいもん。うわ、ここやべえ。もう肝が絡みまくったごぼうね。超うめえ。香りのマッチング度が最高。もう白菜もうめえ。ビールが止まりません。じゃあしばらくちょっと食没。そうしたらこちらが入ってきましたね。見て、しみしみ大根。当然作り方だとこんだけしみしみになりますよね。大根めっちゃうまい。なんていうか、お鍋感っていうのはね、あんまりないかもしれないですけど、めっちゃくちゃ寒い日にこの大根を屋外で食べたい。めちゃくちゃ体ぬくもるだろうなっていう感じの味がします。で、次がちょっとなんていうか、あんまり綺麗な見た目じゃないんですけど、はい、エラね。これどこを食べるんですか？骨からつるんと剥がれる。もう箸で外れる。この中心の硬い骨から、はい、ブリンとこのビラビラのところだけ取って、すっごい独特な食感。なんかちょっとこうモキモキっとした食感もあるし、ちっちゃな砂の粒子みたいのを噛んだようなこうチャリッとしたような食感もありながら、なんとも形容しがたい。美味しいか美味しくないかで言ったら美味しいです。で、さすがにこれは食べれないんだよね。
さすがにこれは食べないね。長ネギ本日も異常なし。そしたら残りがあとこちら2杯分ぐらいかなっていう量ですね。完全に忘れてた。お豆腐が入ってるんだった。そしたら最後、今回のバラの白子いっちゃえ。正直ね、あんこうとかも結構残ってるんですけど、今日は白子こっちで。で、ずっと忘れ去られていたお豆腐、煮込みすぎてもうしっかりしましたね。あ、美味しい。ホッとする味。そうしたら最後の一杯。ちょっと微妙に入らないんで、ちょっともう一個大きいサイズのお椀で。白子ゴロゴロ。分かりづらいんですけども、一応スープ以外は完売。スープはね、多分こんだけ塩分取ると僕腎臓ぶっ壊すんで、スープはいいかな。そしたらはい、プリンプリンの白子。もう最低限のヒゲレだからもうよりクリーミー。あんまいわ。じゃあここでちょっと味変で春菊おろし。清涼感。やっぱね、今回いろんなお野菜入れましたけど、個人的に一番好きなのは大根かな。本当にどぶ汁とよく合う。ならば本日もこちらでラストでございますので、じゃあラストスパート。ございました。いやー、うまかったね。今回、友酢もどぶ汁ももちろん美味しかったってのもあるんですけど、なんていうかね、初めてさばく魚で、初めて食べる部位ばっかりで、食事がめちゃくちゃ楽しかった。で、今回僕はね、13キロっていうなかなかでかいあんこをね、購入しましたけども、だいたいこの12月とか1月とか2月とか、こういう寒い時期になると、もうちょっとちっちゃい、このぐらい ?1 キロもいかないぐらいの 800g とか、そんなに大きくないあんこがね、結構対面鮮魚とかでポン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 って並ぶこともありますんでね、意外とさばくのは簡単でした。特にサイズ感がちっちゃくなればもっと骨もね柔らかくなるでしょうし、ちょっとね変わったさばき方の魚ではありますけども簡単ですので、もしご機会がありましたらぜひというところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。